ねえ皆さん、考えたことありますか？僕たちの体の中には、目には見えない、ものすごく精巧な配管システムが張り巡られているんです。もしそれがうまく機能しなくなったら、一体何が起きるんでしょうか？今回は、消化のようである胆道と世界を旅しながら、最新の医療がその危機にどう立ち向かっているのか、その最前線を一緒に覗いてみましょう。さて、今回の話の流れなんですけど、まずは胆道ってそもそも何っていう基本から入ります。そして意外と身近な胆石の問題、さらには命に関わる重い炎症との戦いへと進んでいきます。後半では診断がものすごく難しい謎の病気の正体に迫って、最後はがん治療の未来を切り開くゲノム医療まで胆道疾患をめぐる濃密な旅にご案内しますね。さあ、最初のセクションです。胆管の病気とはということで、まずは僕たちの体の中に隠された、でも生命維持には絶対欠かせないこの配管システム、その驚くべき役割から見ていきましょうか。もし皆さんの体の中に都市の水道管みたいに複雑でもすごく大事な配管システムが隠されてるって言われたら、何それって思いますよね。実はそれこそが今回の主役なんです。その正体っていうのがこの胆道なんですね。肝臓っていう体の中の巨大な化学工場がありますよね。そこで作られた胆汁っていう消化液を、パイプラインみたいにして腸まで運んでくれるものすごく大事な役割を担ってるんです。このシステムがなかったら僕たちが大好きな唐揚げとかラーメンとかもうまく消化できなくなっちゃうわけですよ。じゃあ、この大事な配管システムで一番よくあるトラブルって何だと思いますか？それが、そう、胆石です。単なる石ころだって疑っちゃいけません。これが時に本当に深刻な問題の引き金になるんです。これ、ちょっとびっくりする数字かもしれませんけど、60から80%。これなんと、胆石を持ってるのに、全然症状がなくて、自分でもその存在に気づいていない人の割合なんですよ。いやー、なんだか静かな時間爆弾みたいで、ちょっと怖いですよね。じゃあ、この普段はおとなしい石が、いつどうやって問題を起こし始めるんでしょうか。そのきっかけっていうのが、胆汁の流れをこの石がガチッと塞いでしまうことにあるんです。胆石がね、いよいよ悪さをし始めると、話はこんな風に進んでいきます。まずステップ1、食後にイタタターってなったりして、石がここにいるぞーってサインを出し始めるわけです。で、ステップ2で CT スキャンとかで詳しく調べて、ああ、やっぱりいましたねと。そしてステップ3、ついに胆嚢が炎症を起こしちゃう。急性胆嚢炎っていうかなり厄介な状態です。ここまで来ると治療の分かれ道、ステップ4ですね。軽ければ抗生物質で様子を見るんですけど、重症だとまず溜まっちゃった胆汁を外に出してあげて、それから手術ということになるんです。さて、ここから話はさらに深刻になりますよ。胆嚢だけじゃなくて、胆管そのものが炎症を起こす急性胆管炎。これはもう時間との勝負です。この急性胆管炎っていうのは、ただの炎症じゃないんです。胆管っていうパイプの中で細菌が大繁殖しちゃって、その毒素が全身に回ってしまうかもしれない、もう敗血症の一歩手前みたいな、本当に緊急事態なんですよ。そこで患者さんの運命を分けるのが、この重症度の判断です。軽症、中等症、そして重症。お医者さんは患者さんの状態を見て、このどれに当たるのかを本当に一瞬で見極めなきゃいけない。この判断が文字通りその後の明暗を分けるんです。じゃあ軽症とか中等症の場合はどうするか。まずは抗生物質という武器で細菌と戦ってみます。でもそれでも勢いが止まらない。つまり中等症だってなった場合は次の段階に進みます。つまりの原因になっている胆汁を体の外に出してあげる胆管ドレナージっていうもっと直接的な処置が必要になってくるわけです。でも、これが重症となると話は全然違います。もう一刻の猶予もありません。抗生物質を使いつつ、感染源になっている詰まりを解消するためにすぐに胆管ドレナージをします。これ、例えるなら、パンパンに圧力がかかったパイプのバルブを緊急で開けるようなイメージですね。とにかくまず圧力を抜いて、システム全体が壊れるのを防ぐ。これが最優先されるんです。じゃあ、
その詰まりを取り除くドレナージって具体的にどうやるのか、主に3つの方法があるんですね。一番オーソドックスなのは口から内視鏡を入れてやる方法。それからお腹の皮膚から直接管を刺して胆管まで持っていく方法。そして超音波を使いながら胃とか腸の中から針を刺すっていうかなり高度な最新技術。どの方法を選ぶかっていうのは患者さんの状態とか詰まってる場所によって本当に慎重に決められます。さて、ここからはちょっとミステリー小説の世界に入っていくようなお話です。犯人がね、ものすごく巧妙に隠れてるんですよ。胆管が硬くなるっていうすごく似た症状の病気が2つあるんですけど、その正体は全く別物。これを見分けるのがめちゃくちゃ難しいんです。ここに本当に双子みたいにそっくりな2つの病気があります。どっちも胆管を硬くし胆汁の流れを悪くする。でもこの2つをきっちり見分けることが患者さんのその後の人生をガラッと変えてしまうんです。これぞまさに医療現場の究極の間違い探しと言ってもいいかもしれません。で、この表が謎を解くための重要なヒントになります。左側の PSC、これは残念ながら今のところ根本的な治療法がないんです。でも右側の IgG4 関連疾患はステロイドっていう薬が劇的の効くことがある。見た目はこんなにそっくりなのに片方には特効薬があってもう片方にはない。この差がもう全てを決定づけると言っても過言じゃないんです。なんでこの違いがそんなに大事なのか、もうお分かりですよね。もしも診断を間違えてしまったら、効くはずの薬を使ってもらえなくて、患者さんは治るチャンスを逃しちゃうかもしれない。お医者さんがまるで探偵みたいに、あらゆる証拠から真実を突き止めて、患者さんを正しい道に導く。本当に重要な分岐点なんです。さあ、最後は未来のお話をしましょう。胆管がんの治療、これが今とんでもない革命の真っ只中にあるんです。その鍵を握っているのが、僕たちの体の設計図、ゲノムです。がん治療がいよいよ一人一人に合わせたオーダーメイドの時代に入っていくんですね。このグラフ見てください。これが胆管がんを引き起こす遺伝子変異の、言ってみれば地図みたいなものです。IDH1 とか HER2 とかFGR2 とか、いろんな遺伝子の異常がまるでパズルのピースみたいに組み合わさって、がんっていう病気を作り出しているのがよくわかりますよね。そしてこの地図こそが新しい治療法を見つけるための大事な道しるべになるんです。これって、がん治療における考え方がもう180度変わるってことなんです。昔は一つの薬を言ってみれば絨毯爆撃みたいにどのがん患者さんにも使っていました。でも新しいアプローチは違います。がんの遺伝子を調べてその特定の異常だけをピンポイントで狙い撃ちする、まるで精密誘導ミサイルみたいな薬を使うんです。で、これがその精密誘導ミサイル、分子標的薬の例ですね。がん細胞が持っている特定の鍵穴、つまり遺伝子の変異にだけぴったりはまる鍵、そういう薬を投与するわけです。だから正常な細胞にはあまりダメージを与えずに、がん細胞だけを効率よく叩くことができる。そういうふうに期待されているんですね。この言葉がまさにこの新しい時代の本質を表していますよね。臓器別の治療から分子レベルのがん治療へ。もうね、がんを肝臓のがんとか肺のがんとか場所で区別する時代は終わりつつあるのかもしれません。これからはそのがんが持っている遺伝子の個性で分類して治療していく。それが未来のスタンダードになっていくんです。今回は胆道疾患をめぐる旅を通して医療がものすごいスピードで進化しているのを見てきましたよね。そして今僕たちはゲノム解析っていう究極のツールを手にしようとしています。この個別化医療っていうのはもう単なる治療法じゃないんですよね。病気になる前に自分のリスクを知って生活習慣を変えるとか、僕たちの健康っていう考え方そのものを根っこから変えちゃうような、そんな力を持っているのかもしれません。皆さんの未来は一体どう変わっていくんでしょうか。今回の話がその未来を考える何か一つのきっかけになったら嬉しいです。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。